同居する叔父に殺害された美人留学生、欲望を暴走させた男の犯行の全貌とは。2016年4月22日、オーストラリアニューサウスウェールズ州キャンプジー、午後3時、とある一軒家に帰宅したのはまだ若い中国人女性ルオシー。彼女はオーストラリア人の父と中国人の母、弟、そしていとこのレンメンメイの5人で暮らしていました。メンメイはもともと留学生で、大学卒業後現地で仕事を見つけるためにこの家に残り続けていたんです。メンメイ姉さん。帰宅してすぐいとこのメンメイを探し始めたルオシー。そしてルーシーは家の中で1箇所だけバスルームから人の気配がすることに気がつくんです。シャワーを浴びていたのは彼女の父。掃除中だから使うならもう1個のバスルームにしてくれ。その言葉を聞くとルーシーは特に気にすることもなくバスルームを後にしました。その中にメンメイの裸の遺体があるとは知らずに。同居人のおじに殺害された留学生、欲望に溺れた男のおぞますぎる犯行の全貌とは。あなたは絶望せずにいられるでしょうか。信頼していた相手がいきなり凶器を振りかざしてきたら。おそすけんちゃんです。いやみみこです。というわけでね、やみこさん、僕ね、ついに涙の女王全部見ましたわ。やっと。例の、あなたにおすすめされて一回もまだ見てないけど、そんな面白かった結局。まあ、そこそこ。あ、そこそこね。女優さん綺麗やな。俳優さんかっこいいな。面白かったっていうの、まあ面白かったか。韓国の財閥がね、どこまでリアルに描かれてるかわかんないんですけど、スケールがでかいなとか思いつつも、やっぱ僕はね、イテウォンクラスが一番おもろかったな、結局。韓国ドラマってさ、基本なんかお決まりのパターンみたいなストーリーじゃない。だけどいいみたいな。そうね。韓国ドラマはなんかこう、お酒をこうやって飲んだりとか、ベタな恋愛があって、インド映画、インドドラマは踊り出す。踊り出して美女が現れると、美女を見た側の方に風が吹くの、美女の方から。ふみたいな。で、あと車が宙に行くっていう。そう。もう大体パターン決まってるからね。そうそうそう。皆さんもね、ぜひね、涙の女王をね、見てください。これ案件じゃない。本日ご紹介するのは、オーストラリアで起こった殺人事件なんです。被害者の女性は留学生の中国人女性なんですが、犯人はなんと彼女と同居していた叔父だったんです。姪っ子に浴場して反抗してるってことでしょ。キモすぎる、ちょっと。いや、僕もね、姪っ子いますけど、そういう目でさ、見ようとも思わないし、ひたすら気持ち悪いし、このね、チャンネル見てる人たちもね、ご家族だったりとかさ、姪っ子がいたりとか、自分が姪の子もね、いるかもしれないですけど、ほんと一つ屋根の下でさ、こんなことが起こったと思うの、ほんと気持ち悪いですよね。あ、言えない。ある日突然姿を消してしまった女性。彼女は自宅から遠く離れた、いるはずのないある場所で発見されたんです。波に揺れるもの。2016年4月25日、オーストラリアニューサウスウェールズ州キャンプジー。その日、警察署を訪れたのは一組の夫婦。ここ数日、メイが家に帰ってなくて連絡も取れないんです。不安げに話すその女性は中国人のチャンファン。隣には彼女よりも随分若いオーストラリア人の夫、デレク・バレットが寄り添っていました。二人が探しているのは同居しているメイのレンメンメイ。もともと留学生だった彼女はシドニー工科大学を卒業した後、オーストラリアに残って現地で仕事を探そうとしていたんです。メンメイは真面目な女性で、外出時にはいつもおじやおばに行き先を知らせてから出かけていました。それがこの4日前、彼女は家族に何も告げずに急にいなくなってしまったというんです。祝日ですし、大学の友達とハイキングにでも出かけたんだと思うんです。連絡が取れないのは電波が届かないだけだって言ったんですが、そう話すおじバレットに対し、おばのファンは気が気ではない様子でした。多分それほど遠くへ出かけるつもりはなかったと思うんです。だから余計に心配で。おばのファンがそう感じたことにはいくつか理由がありました。メンメイは外出時には必ずジャケットと日傘を持っていくのですが、それらはいずれも自宅に置かれたまま。またメンメイはいつもバスで移動していましたが、バスの定期券も自宅に残されていました。これらの状況からメンメイは外出先からすぐに戻るつもりが、その先で何かトラブルに巻き込まれてしまったのだとおばのファンは考えたんです。すると話を聞いた警察はこう言いました。なるほど。ではその女性の DNA が残っていそうな私物をいくつかご提供いただけますか。DNA ってさ、捜索願いを出しに来た段階でいきなりそんなことになるもんなの？普通はね、いきなりはそうならないんですよ。ですが警察にはね、心当たりがあったんです。夫婦が警察署を訪れる前日の4月24日の午前10時半頃、彼らの暮らすキャンプジーから100キロ北のマンモラ湖国立公園であるものが発見されました。岬で波に漂っていたのは大きなビニール袋に包まれた物体。そのビニール袋の中身は
30箇所以上をめった刺しにされた女性の遺体だったんです。死因は首を切りつけられたことによる頸動脈の切断、手足にはきつく拘束された跡が残っており、何らかの事件性があることは明白でした。また海岸の岩にぶつかった形跡はほとんどなかったため、女性はどこかで殺害されてからこの岬に運ばれたものと考えられたんです。そして何より女性はアジア人で、年齢は25歳から30歳。警察が DNA 鑑定を進めると、案の定遺体の DNA はおじとおばが提出したメンメイの私物に付着していたものと一致。こうして彼女が殺人事件に巻き込まれていたことが発覚したんです。そんな、どうしてあの子が死ななきゃならないの。この頃にはメンメイの母親もオーストラリアへ到着しており、おばのファンと一緒に悔し涙を流していました。そんな彼女たちの隣でおじのバレットは励ましの言葉をかけ続けていたんです。いや、犯人はおじなんでしょ、めっちゃ白々しくない、そうなんですよ。この後ね、警察はね、おじのバレットが犯人であるという証拠をね、すぐに見つけるんです。警察は亡くなったメンメイの携帯の位置情報から、彼女は4月21日から24日の間に自宅で何者かに殺害されたと推測。メンメイの自宅があるキャンプジーから遺体が遺棄されていたマンモラ湖国立公園までのルートに設置されている監視カメラをくまなくチェックすると、遺体が発見された4月24日の早朝7時、マンモラ湖国立公園内の監視カメラにはおじバレットの車がしっかりと映っていたんです。さらにバレットは遺体遺棄現場で通行人2人に目撃されていました。その時彼はわざわざその2人に近づき、こう忠告したんです。今日は危険だから海岸にはあまり近づかない方が良さそうですよ。いや、これはもうどうあがいても言い逃れできないわよ。これ知ってさ、奥さんだったりとかメンメイのお母さんとかめちゃくちゃショックだったんじゃない？これほんとね、しばらくね、おじが犯人だってことをね、信じられなかったと思うし、ショックだったと思いますよ。というのも、このメンメイとね、このおばの一家っていうのはかなり強い絆で結ばれていたんです。温かな関係。メンメイがオーストラリアへやってきたのは2011年、彼女が20歳の頃。ファンおばさん、今日からお世話になります。シドニー工科大学へ留学しに来たメンメイはおばのファンのアパートで下宿することに。穏やかで明るい性格のメンメイはおばの家族にもすぐに馴染みました。料理が得意だった彼女は家族の食事係。おばファンの子供2人はメンメイと年も近く、まるで実の兄弟のようになりました。メンメイの SNS にはおじのバレットも含めおばの家族と揃って笑顔を浮かべる写真がいくつもアップされていたんです。そしてそれはメンメイがシドニー工科大学を卒業した2015年のこと。メンメイの母親は中国の家を売却し、そのお金を頭金にしてシドニーから11キロ離れたキャンプジーの町に彼女のための一軒家を購入。現地で仕事を探そうとしていたメンメイを惜しまず応援しようとしたんです。一軒家を購入したのはおばのファンの家族もその家で一緒に暮らせばいいと考えてのことでした。これおばさんの家族も一緒に住めばいいって一軒家丸ごと与えるなんてもうめちゃくちゃ太っ腹じゃないこれ。メンメイはね、一人娘だったんですごく大事にされてたんですよ。そしてね、おばの一家をメンメイの家に迎え入れたことには中国人特有のね、家族感があったんです。本日のメトラキーワード、中国人の家族感について。古来より儒教が重視されている中国には家族や親戚を大切にする価値観が根付いているんです。例えば父方の祖父はイエイエ、母方の祖父はラオイエなど、同じ祖父でも父方母方によって呼び方が分けられていたりするんです。これは親族一人一人の俗柄を尊重する意思の表れとされています。また中国には大家族で生活する伝統的風習があり、祖父母と両親、息子、孫の4世代が同居するのが理想とされた時代がありました。現代は都市部の核家族化が進んでいますが、農村では未だに3世代、4世代が一緒に暮らす家庭も多いと言います。メンメイの母親が購入した一軒家でおばの家族も一緒に暮らし始めたことは、一族のつながりを重んじる中国人としては決して珍しいことではなかったんです。実はメンメイは大学受験の年に震災で父親を亡くしていました。それでも泣きながら受験勉強を続け、中国でもランキング上位の四川大学に合格。その後シドニー工科大学ではホスピタリティマネジメントを学び、観光業界で働くことを必死に目指していたんです。母親がメンメイのために一軒家を購入したのも、辛い状況に耐えて頑張った彼女にどうにか幸せになってほしいという願いから。そしてファンが一緒に暮らしてくれるなら海外での生活も安心だわ。メンメイの母は誰よりおばのファンを信頼していました。当然彼女が選んだ20歳年下の夫バレットのことも。まあそっか、旦那さんを亡くしたお母さんからしたらメンメイは唯一の家族なわけよね。その気持ちを考えたら自分の家売ってでも家プレゼントしたいっていう気持ちもわからなくはないわね。だからこそね、やりきれないですよね。自分
分がプレゼントしたさ、その家の中で殺されちゃったわけですからね。安心して娘を任せられると、おばファンの家族を誰より信頼していたメンメイの母。しかしメンメイはキャンプ寺のその一軒家の日々で、その家族の一員から知らず知らずのうちに裏切りに遭っていました。深夜寝静まったメンメイとそのいとこの部屋にそっと忍び込んだ一つの影。その影の正体は、そう、叔父のバレット。彼はメンメイのベッドへ静かに近寄ると、ズボンを下ろし G 行為を始めました。はあ、メンメイ、かわいい寝顔だ。この時点ですでに5年余りをメンメイと同じ家で暮らしていたバレット。その日々の中でメンメイへの性的欲求を募らせたバレットは、夜な夜な何度となく彼女の部屋へ忍び込み、その寝顔を見ながら妄想にふけっていたんです。このほかバスルームには2台の小型カメラが仕掛けられており、メンメイは気づかないうちに裸を盗撮されていました。一方、日々妄想を膨らませながらも、バレットがメンメイに直接手を出さなかったのは、家族にバレるのを恐れてのこと。そうやって彼に歯止めをかけていた家族が全員家を開けるタイミングがこの後ついに訪れてしまうんです。気持ち悪すぎるもん。普段仲良くしていた人にね、こんなことされたと思ったら吐き気が止まんないわよ、本当に。だからね、なんか僕たちもさ、すごい昔ね、一緒にシェアハウスとかでやってた時代あったじゃないですか。はいね、ここではね、別にもちろんなんもないですけど、家族でですよ。家族でこんなこと起こるとするとさ、本当に知らん人と一緒に住むなんていうのは、本当は危ないことなんだなって思い知らされますよね。そしてこの後、メンメイはついにバレットと二人きりになってしまうんです。バスルームの中で。2016年4月21日、おばのファンは玄関先でメンメイと出勤前の会話を交わしていました。今日から2日間泊まりがけだから、あとはよろしくね。夜には一度電話するわ。ファンの職場はキャンプ寺から100キロ南のウーロンゴン。夜勤が多い彼女は職場が遠いこともあり、会社に泊まることが多かったんです。また、この日は祝日ということもあり、ファンの子供たちは2人とも外出中。おばのファンが家を出れば、メンメイは叔父のバレットと2人きりでした。その日の夜10時、ファンは職場からメンメイと通話。その時は何事もなさそうに話していたんです。そして翌朝、メンメイが自宅で身支度をしていたところ、叔父のバレットが彼女の部屋へ入ってきました。何？とっさに振り返ったメンメイは思わず言葉を失います。叔父のその手に鈍器が握られていたから。メンメイは頭に激痛を覚えるとともに意識を手放しました。そして次に目覚めた時、彼女は服を脱がされ、手足をテープで拘束されている状態。叔父バレットはカメラを回しながらにやりと口角を上げます。いや、なんでこんなことするの？やめて。そのままバレットはメンメイを心ゆくまで凌辱。その間、携帯のカメラでも何枚も写真を撮ったんです。同時にメンメイに手を出したことは、叔父バレットにとってももう後戻りできないことを意味していました。こいつを生かしておいたら、俺の結婚生活はおしまいだ。彼はそこから5年も家族と暮らしていたはずのメンメイを30回以上もめった刺しにし、殺害してしまうんです。もう本当に胸くそ悪い。信頼してた相手だったのにこんなことされたら、メンメイはどんな気持ちだったのかしら。殺される瞬間。大学を出てね、オーストラリアでこれからね、職を探してね、新しい生活頑張っていこうっていうね、そういう明るい未来っていうのが閉ざされてしまったわけですよ。そしてこの事件にはまだ恐怖の瞬間が残されていたんです。2016年4月22日午後3時、キャンプ寺の家に帰宅したのはメンメイのいとこのルオシー。ただいま。ルオシーは家の中に呼びかけるが誰からも返事はない。おかしいな、メンメイ姉さんいるはずなのに。そう、玄関には確かにメンメイの靴が置かれていた。ルオシーはそこからメンメイの名を何度も呼びながら家の中を歩き回った。すると家の中で一箇所だけ人の気配がする場所があった。バスルームからシャワーの音がずっと漏れ聞こえていたのだ。メンメイ姉さん？ルオシーはバスルームの外から呼びかけるが、返事をしたのはメンメイではなかった。今掃除中だから使うならもう一個のバスルームにしてくれ。バスルームの扉を少しだけ開けて隙間から覗くようにしてそう言った父バレット。その言葉を聞くと、ルオシーは特に気にする様子もなくバスルームの前から去っていた。その中にもう動かなくなったメンメイがいるとは知らずに。ルオシーはそれから3時間ほど自宅にいたと言いますが、その間父バレットはバスルームから一度も出てこなかったと言います。その時は掃除をしていると言われ、何とも思っていませんでしたが、後々考えるとバレットの行動は明らかに不自然だったんです。バレットはその日のうちにメンメイの遺体をビニール袋に包み、車のトランクへ、そして2日後の4月24日マンモラ湖国立公園の岬へ遺体を遺棄しに向かったんです。その日の夜、帰宅したおばのファンがメンメイと連絡が取れないと騒ぐと、バレットは彼女をなだめるようにしていました。
ました。きっと友達と遊びに出かけてるだけだよ。大丈夫、そのうち帰ってくるさ。2016年4月29日、警察はマンモナコ国立公園の監視カメラや現場付近の携帯の信号灯の記録を証拠にバレットを殺人容疑で逮捕。仮に警察にバレなかったらさ、バレットはずーっとめんめん行方不明になったって済ませてたつもりなのかしらね。もうそんなんでよく家族に顔向けできるわよね。おばのファンとかね、めんめいのお母さんからは、このおじバレットっていうのは、優しい男だなってこう思われてたみたいなんですよ。まあ、逆にね、表と裏の顔のね、差分がすごすぎて、これがね、本当のサイコパスなんじゃないかなと思いますよね。裁判においてバレットは違法薬物で範囲になっていたため、犯行時何があったかを一切覚えていないと供述。僕は何も知らない。このことが毎日どれほど僕を苦しめてるか、あなたにはわからないでしょう。彼女の苦痛の表情を見たことは覚えてるし、ある時点で彼女に謝ったことも覚えてる。彼女はまだ生きてると思っていたんだ。バレットは普通にそう訴えますが、担当の法医学者によると、バレットが使用したと証言した薬物の量は記憶障害を起こすほどのものではないとされていました。また犯行後、売店の監視カメラに映っていたバレットは至って普通に買い物をしており、精神状態に異常があるようには見えなかったんです。めんめいの母は法廷で陳述書を泣きながら読み上げ、裁判官に強くこう訴えました。この凶悪なに終身刑の判決をお願いします。以前は娘を任せてもいいと思える家族だったその男に向けられたのは心の底からの恨みの言葉でした。2017年12月15日、バレットに下された判決は懲役46年。ただこの判決は海水に使っていたせいで遺体から性的暴行の痕跡が消えてしまっていたため、2021年には新たに犯行時の動画や写真が発見され、性的暴行の罪も加え、さらに20年の懲役が追加されているんです。海外の新天地で羽ばたこうとしていたところを心ない同居人によって未来を奪われてしまっためんめい。もし素性のわからない相手と生活を共にしなければならない状況に置かれたら、あなたならどうやって相手の本性を見極めますか？